解説。1999年のテレビ番組ベスト10。懐かしの名作を振り返る。ねえマリサ、1999年ってどんな年だったか覚えてる？ああ、覚えてるぜ。平成の終盤で、テレビ業界が特に盛り上がっていた時期だな。視聴率を争うように名作が次々と放送されて、見応えがあったぜ。どんな番組が人気だったのか、なんとなくしか覚えてないわ。もっと詳しく教えてくれない？もちろんだぜ。今回は、1999年に放送されたテレビ番組の中でも特に話題になった作品を、ランキング形式で10位から1位まで紹介していくぜ。それは面白そうね。1999年って私たちがどんな時代を過ごしていたかを思い出すいい機会になるわね。その通りだぜ。テレビはその時代を映す鏡とも言えるからな。当時の文化や流行を垣間見るのも楽しいはずだ。確かに。じゃあ、早速教えてくれる？よし、始めよう。まずは第10位からスタートだぜ。懐かしい名作が勢揃いしてるから期待してくれよな。第10位。サラリーマン金太郎。1999年1月から1999年3月。ねえマリサ、サラリーマン金太郎ってどんなドラマなの？いい質問だぜ。レイム。サラリーマン金太郎は1999年1月から3月まで放送された大人気ドラマだ。原作は本宮博の同名漫画で、主人公の矢島金太郎がサラリーマンとして奮闘しながらも、周囲の問題を豪快に解決していく様子が描かれているぜ。それって、普通のサラリーマンの話じゃないの？いやいや、金太郎は普通のサラリーマンとは全然違うんだぜ。もともと彼は漁師で、ひょんなことから大手ゼネコンに入社することになるんだ。その型破りな行動力と正義感で、会社の不正や人間関係のトラブルを次々に解決していくんだよ。そんなに型破りな主人公なんだ。ストーリーも面白そうね。そうだぜ。例えば、会社内での派閥争いや、上司からの不当な要求、さらには大きなプロジェクトでの難題など、現代の職場でも共感できるテーマが盛り込まれているんだ。その中で金太郎がぶつかり合いながらも問題を解決していく姿に、見ている人はスカッとするんだぜ。それは視聴者にも共感を呼びそうね。どんな俳優が出演してたの？主人公の矢島金太郎を演じたのは高橋克典さんだ。彼の力強い演技が、金太郎の豪快さと情熱を完璧に表現していて、視聴者から大絶賛だったんだ。なるほど。それは見たくなるわね。視聴率も良かったの？ああ、平均視聴率20%を超える大ヒットだったぜ。当時のサラリーマンや家族層にも受け入れられて、社会現象になるほどだったんだ。そんな人気だったんだね。今でも見てみたいな。配信サービスで見られるところもあるから、懐かしさを感じながら見てみるといいぜ。第9位。夜逃げや本舗。1999年1月から1999年3月。ねえマリサ、夜逃げや本舗ってどんなドラマなの？夜逃げや本舗は、1999年の1月から3月まで放送されたドラマで、得意な設定と痛快な展開が話題になった作品だぜ。このドラマは、借金に追われる人たちを助けるために夜逃げを手助けする、いわゆる夜逃げ屋の物語なんだ。夜逃げを手伝うって、それって合法なの？お、そこがポイントだぜ。このドラマでは、夜逃げをする人々が抱える事情や背景が丁寧に書かれていて、ただ逃げるだけじゃなく、新しい人生をスタートさせるための支援をしているという感じなんだ。もちろんドラマだからちょっとオーバーな部分もあるけどな。なるほどね。でも、それってどんな展開になるの？例えば、債権者から命を狙われたり、逃げる途中で過去の因縁が立ちはだかったりと、一筋縄ではいかない展開が続くんだ。でも、その中でチームが一致団結して、困難を乗り越えていく様子が見どころなんだよ。チームで夜逃げを手伝うの？それも珍しい設定ね。ああ、主人公はプロフェッショナルの夜逃げ屋で、彼を中心に個性豊かなメンバーが集まるんだ。それぞれ得意分野を活かして依頼人を助けていくから、見ていてワクワクするぜ。キャストも気になるわ。誰が主人公を演じてたの？
主人公の役を演じたのは中村雅俊さんだ。彼の温かみのある演技が、作品のテーマにすごくマッチしていて、視聴者から高評価だったんだ。面白そうね。視聴率とかも良かったの？視聴率はそれほど大ヒットというわけじゃなかったけど、熱狂的なファンが多かったんだ。この作品ならではのユニークな視点が支持されたんだよ。そっか。設定が特別だからこそ魅力があるのね。そうだぜ。社会問題にも触れつつエンターテインメントとしても楽しめるドラマだから、興味があったらチェックしてみてくれ。第8位、オーバー、タイム、オーバー、タイム。1999年1月から1999年3月。マリサ、オーバータイムってどんなドラマなの？オーバータイムは1999年1月から3月まで放送された恋愛ドラマで、主演は反町隆史さんと江角真紀子さんだぜ。この作品のテーマは都会で孤独を抱えながらも支え合う男女で、恋愛と友情の境界線を丁寧に描いたのが特徴なんだ。どんな役柄が登場するの？反町隆史さんが演じるのは自由気ままなカメラマンの楓宗一郎。仕事はクリエイティブだけど、ちょっと気まぐれで束縛を嫌う性格なんだ。一方で、江角真紀子さんが演じる笠原夏樹は、全然男に縁のない美容師で、過去の失敗で恋愛に対して一歩踏み出せない不器用な女性なんだよ。そんな二人がどうやって出会うの？夏樹と宗一郎は偶然の出会いから親しくなり、親友のような関係を築くんだ。でも、友情以上恋愛未満の距離感が続いて、見ている側もやきもきする展開が多いんだよ。具体的にはどんなシーンが印象的なの？例えば、夏樹が宗一郎に恋愛相談をするシーンがあるんだけど、宗一郎が軽口を叩きながらも本質的なアドバイスをするんだ。その一方で、宗一郎自身も心のどこかで夏樹に惹かれている様子が描かれていて、微妙な心の揺れがリアルなんだよ。それって、恋愛ドラマとしてすごく共感を呼びそうだね。ああ、視聴率も20%を超えるほどの人気で、当時の視聴者に強い印象を残したんだ。さらに主題歌のザ・ブリリアント・グリーンも話題になって作品全体の雰囲気を盛り上げていたぜ。ただの恋愛ドラマじゃなくて、もっと深いテーマがあるのね。その通りだぜ。恋愛に臆病になったり、不器用に生きている現代人に響くメッセージが詰まっているんだ。ぜひ一度見てみてくれ。第7位、うちくる。1999年4月から2018年3月。マリサ、うちくるってどんな番組なの？うちくるは、1999年4月にスタートして2018年3月まで放送されたトークバラエティ番組だぜ。中山秀幸さんと中川翔子さんが MC を務めて、ゲストを招きながら都内の飲食店を巡ってトークを繰り広げる内容だったんだ。ただのトーク番組とは違うの？その通りだぜ。うちくるの特徴は、ゲストに関連した場所や思い出のあるスポットを巡ることで、ゲストの素顔やプライベートな一面が垣間見えるところなんだ。普通のトーク番組では聞けないようなエピソードが飛び出すのが魅力だったぜ。具体的にはどんなエピソードがあったの？例えば、ゲストが学生時代によく通ったお店に行ったり、デビュー前にお世話になった人を訪ねたりすることもあったんだ。それに、ゲストと MC との掛け合いもユーモアたっぷりで、視聴者に親近感を持たせてくれる番組だったよ。それは面白そうね。ゲストも豪華だったんじゃない？ああ、俳優やミュージシャン、お笑い芸人など幅広いジャンルの人たちが登場していたぜ。特に人気ドラマの俳優や話題のアーティストが出演する回は、大きな注目を集めていたんだ。それだけ長く続いたってことは、やっぱり視聴者に愛されていたのね。その通りだぜ。20年近く続いたのは、ゲストの魅力を引き出す企画力と、MC2 人の安定したトーク力のおかげだろうな。毎週日曜日のお昼に家族で楽しむ視聴者も多かったみたいだぜ。家族で楽しめる番組って貴重よね。そうだな。うちくるは、ゲストと視聴者の距離を縮めて、みんなが気軽に楽しめるトーク番組だったんだ。今でも多くの人が懐かしく思っている名作だぜ。第6位、メントレ。1999年10月から2008年9月。
マリサ、メントレってどんな番組だったの？メントレは、1999年10月から2008年9月まで放送されたトークバラエティ番組だぜ。TOKIO のメンバーが MC を務めて、ゲストを招いてのトークやユニークな企画が魅力の番組だったんだ。TOKIO が MC だったんだ。どんな内容のトークが多かったの？ゲストのプライベートや、仕事にまつわる裏話がメインだったぜ。それだけじゃなく、ゲストがこれまでの人生で影響を受けた人や物、エピソードを深掘りするような内容もあったんだよ。意外な一面を知ることができて、毎回新鮮だったぜ。それはファンにとっても嬉しい内容ね。企画コーナーもあったの？もちろんだぜ。特に人気だったのが、ゲストが選ぶお袋の味を再現するコーナーだ。ゲストの懐かしい思い出の料理が登場して、TOKIO のメンバーと一緒に味わうシーンは、ほっこりした雰囲気で視聴者にも好評だった。トークだけじゃなくて、料理の要素もあったのね。それは長寿番組になるのも納得だわ。そうだろう？さらに、TOKIO のメンバー同士の掛け合いも見どころだったぜ。普段から仲の良さが伝わってきて、自然体でゲストとも接していたから、ゲストもリラックスして話せる雰囲気があったんだ。視聴者にも TOKIO の親しみやすさが伝わりそうね。その通りだぜ。メントレは日曜の夜に放送されていて、家族で安心して楽しめる番組だったんだ。視聴率も安定していて、放送終了後も再放送を求める声が多い名作だぜ。なるほど。TOKIO らしいアットホームな番組だったのね。ああ、そうだ。ゲストとのトークから料理企画まで、幅広い内容で多くの人に愛された番組だったんだ。今でも懐かしいと思う人が多い名作だぜ。第5位、特上、天聖神も、1999年4月から2008年9月。マリサ、特上天聖神語ってどんな番組だったの？特上天聖神語は、1999年4月から2008年9月まで放送されていたバラエティ番組だぜ。香取慎吾さんと、お笑いコンビのキャインがメインキャストを務めた、独特の世界観が魅力の深夜番組だ。慎吾ちゃんとキャインの組み合わせって、楽しそうね。どんな内容だったの？この番組は、香取慎吾さんとキャインの天野博之さん、宇戸鈴木さんが、様々な企画やゲーム、ロケに挑戦する内容だぜ。視聴者を笑わせることに特化した、気楽に楽しめる番組だったんだ。どんな企画があったの？例えば、街ロケで地元の人と交流したり、大食い企画やユニークなクイズコーナーなんかがあったぜ。それに、香取慎吾さんが自由奔放なキャラクターを発揮して、天野さんのツッコミや宇戸さんの天然ボケとの掛け合いが最高だったんだ。それは絶妙なバランスね。香取さんの個性が活かされていたのね。ああ、慎吾ちゃんのキャラクターが番組の中心だったのは間違いないな。それに加えて、天野さんの冷静で的確なツッコミや、宇戸さんの独特のテンションが番組全体を盛り上げていたんだ。視聴率とかも良かったの？深夜番組としてはかなり安定して人気だったぜ。視聴者からの評価も高くて、特に慎吾ちゃんとキャインの自然なやりとりがファンの間で愛されていたんだ。それは長寿番組になるのも納得ね。その通りだぜ。特上天聖慎吾は、3人の魅力が詰まった番組で、視聴者にたくさんの笑いを届けてくれたんだ。今でも懐かしく思う人が多い名作だぜ。第4位、科捜研の女、1999年10月から2024年10月。マリサ、科捜研の女って、すごく長く続いてる番組よね。どんなドラマなの？その通りだぜ。科捜研の女は1999年10月にスタートして、2024年10月まで続く超長寿刑事ドラマだ。科学捜査をテーマにしていて、主人公の榊マリコが科学の力で難事件を解決していくストーリーなんだ。科学捜査って、ちょっと難しそうな感じもするけど、視聴者に受け入れられてるのね。そうだな。このドラマの魅力は、科学を使ったリアリティのある捜査と、榊マリコの情熱的なキャラクターのバランスなんだ。マリコは、科学者として冷静だけど、人間としてはとても情に熱い人物で、視聴者に強い共感を呼んでいるんだよ。榊マリコって、
どんなキャラクターなの？榊マリコは、京都府警科学捜査研究所の法医学者で、主演の沢口靖子さんが演じているんだ。マリコは妥協を許さない性格で、真実を追求するためにはどんな困難にも立ち向かうんだよ。そんな彼女の熱意が、事件解決の鍵になっていることが多いんだ。それは面白そうね。どんなエピソードがあるの？例えば、現場で見つかった微細な証拠を科学の力で分析して、それが決定的な証拠となって事件が解決するエピソードが多いんだ。それだけじゃなく、捜査の過程で浮かび上がる人間ドラマもこの作品の大きな魅力なんだぜ。科学捜査と人間ドラマの融合が人気の秘密なのね。その通りだな。さらに、時代に合わせて新しい科学技術やテーマを取り入れているから、飽きが来ないんだ。それに、キャストのチームワークの良さも見どころの一つだぜ。長寿ドラマになる理由がよくわかるわ。そうだろう？科捜研の女は、科学捜査の魅力と榊マリコの情熱が見事に融合したドラマで、長年視聴者に愛され続けている名作なんだ。ぜひチェックしてみてくれ。第3位、ワンピース。1999年10月から現在放送中。マリサ、ワンピースって、未だに放送してるよね。どんなアニメなの？ワンピースは、1999年10月に放送が始まった大人気アニメだぜ。原作は小田栄一郎さんの漫画で、海賊となった少年ルフィが仲間たちと共に一つなぎの大秘宝、ワンピースを目指して冒険を繰り広げるストーリーなんだ。そんなに長く続いてるってことは、すごく人気があるのね。そうだな。このアニメの魅力は、壮大なスケールの冒険と個性豊かなキャラクターだぜ。ルフィをはじめとする麦わらの一味の絆や成長。彼らが直面する数々の試練が、多くの視聴者を引きつけているんだ。どんなキャラクターが登場するの？例えば、剣士のゾロや航海士の波、狙撃手のウソップ、料理人のサンジなど、それぞれがユニークなスキルと背景を持っているんだ。そして、彼らがチームとして困難を乗り越えていく姿が感動を呼ぶんだよ。ストーリーも色々なテーマがありそうね。ああ、友情、夢、自由、正義など、普遍的なテーマがたくさん詰まっているぜ。例えば、圧政に苦しむ人々を助けるために立ち上がったり、仲間のために命を懸けたりする場面が多いんだ。そんな熱い展開が、子供から大人まで幅広い世代に支持されているんだよ。視聴率や評判もすごそうね。それがすごいんだぜ。世界中で放送されていて、関連商品や映画も大ヒットしているんだ。ワンピースは、ただのアニメを超えて、世界的な現象になっていると言っても過言じゃないな。本当にすごい作品ね。見てみたくなったわ。間違いないぜ。ワンピースは、冒険と感動が詰まった名作だから、ぜひ一度見てみてくれ。第2位、ガチンコ。1999年4月から2003年7月。マリサ、ガチンコって、どんな番組だったの？ガチンコは、1999年4月から2003年7月まで放送されていたバラエティ番組だぜ。TBS 系列で放送されていて、TOKIO のメンバーがメインで出演していたんだ。リアルな挑戦とドキュメンタリー要素が融合した、かなり個性的な番組だったんだよ。リアルな挑戦って、具体的にはどんな内容だったの？例えば、有名なのがガチンコファイトクラブだな。これは、不良や問題を抱えた若者たちがボクシングを通じて更生していくという企画で、熱血コーチとの激しいやりとりが話題になったんだ。それは面白そうね。ドキュメンタリーっぽいけど、感動する場面もありそう。そうなんだ。確かに涙を誘うシーンもあったけど、それだけじゃなくて、時には笑いも混ざる絶妙なバランスがこの番組の魅力だったぜ。他にも、ラーメン店の開業を目指すラーメン堂や、アイドルを育成する企画なんかもあったんだ。それだけ色々な企画があれば、視聴者も飽きないわね。ああ、企画ごとにテーマが異なっていたから、毎週違った楽しみ方ができたんだ。それに、TOKIO のメンバーの自然体なリアクションも、この番組の大きな魅力だったぜ。視聴率とかも良かったんじゃない？そうだな。特にファイトクラブやラーメン道は、
放送当時かなりの話題になって、視聴率も高かったぜ。ただ、そのリアルさゆえに、一部では演出についての批判もあったんだ。でも、それがまた番組の注目度を高めたんだよ。そういう賛否両論があるのも、逆に人気の証拠かもしれないね。その通りだぜ。ガチンコは、刺激的な内容と TOKIO の魅力が詰まった番組で、今でも多くの人に記憶されている名作だ。第1位、魔女の条件。1999年4月から1999年6月。マリサ、魔女の条件って、どんなドラマだったの？魔女の条件は1999年4月から6月まで放送されたラブストーリーだぜ。主演は松嶋菜々子さんと滝沢秀明さん。教師と生徒の禁断の恋愛をテーマにしていて、当時かなり話題になったドラマだ。教師と生徒の恋愛って、ちょっとドキドキする設定ね。それだけに色々とドラマチックな展開がありそう。その通りだぜ。松嶋菜々子さんが演じるヒロインの広瀬道は、高校教師として勤めているんだけど、自分の生き方に迷いを感じているんだ。一方、滝沢秀明さんが演じる生徒の黒沢光は、大人びた性格で、ひろこに強く惹かれていくんだよ。その二人が恋に落ちるのね。でも、教師と生徒の恋愛って簡単にはいかないよね。ああ、そこが見どころなんだ。学校や家族、社会の目が二人の恋愛を厳しく阻むんだけど、それでもお互いに惹かれ合う気持ちを止められない切なさが、視聴者の心を掴んだんだ。特に、光が道に真剣に思いを伝えるシーンは感動的だったぜ。それは見る側も感情移入しちゃいそうね。視聴率とかも良かったの？すごかったぜ。平均視聴率 21.5%。最終回は 29.5% を記録したんだ。当時、教師と生徒の恋愛を扱ったドラマは珍しくて、社会的にも注目された作品だったからね。それだけ注目されたってことは、主題歌とかも話題になったの？そうだぜ。宇多田ヒカルさんのファーストラブが主題歌で、この曲がドラマの雰囲気にぴったりで、さらに人気を後押ししたんだ。ストーリーもキャストも、すべてが完璧に噛み合った名作なのね。その通りだぜ。魔女の条件は、恋愛ドラマの金字塔と言われるほどの名作だから、ぜひ一度見てみてくれ。総評またはまとめ。今回のランキング、どれも面白そうだったわね。特に1999年って、バラエティからドラマまで名作が揃っていた印象があるわ。その通りだぜ。1999年はテレビ業界が非常に活気づいていた時期で、視聴者の心に残る作品がたくさん生まれたんだ。どの番組もそれぞれに特徴があって、今見ても十分楽しめるものばかりだったな。そうね。時代を反映した作品も多かったし、今だからこそ感じられる懐かしさもあるわね。それだけじゃないぜ。科捜研の女やワンピースのように、現在まで続いている作品もあるし、魔女の条件みたいに当時のトレンドを象徴する名作もある。いろいろな角度から1999年の魅力を再確認できたよな。確かに、それぞれの作品が放送当時にどんな影響を与えたのか、改めて知ると興味が湧いてくるわ。そうだろう？テレビはその時代を映す鏡とも言えるから、1999年の番組を振り返ることで、当時の文化や流行を深く理解するきっかけにもなるんだぜ。なるほど。テレビ番組を通じて、1999年という時代を感じられるのは面白いわね。だろう？これを機に、当時の名作を改めてチェックしてみるのもいいかもしれないぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。